こんにちは。今日は NCT のメンバーでもあり、ウェイシェン V のメンバーでもあるテンとクンの相性について語ってみたいと思います。2人はよく喧嘩していると言いますか、じゃれていると言いますか、そんな感じで見ている方も微笑ましく思っていると思います。そしてテンが以前クンに対して豆乳買ってきてと結構しつこく命令したりして、そんなところもありましたよね。ですが2人の相性的には良いです。そしてなぜテンがあのように上から目線で豆乳買ってきてなどと命令ができるのかというと、それはクンはそのようなことを言っても怒らないということをテンは分かっているから言ってるんですね。テンはですね、もともと空気が読めるところがありますし、相手がこう思うだろうという予想が大体できるような、そういう繊細な人の感情に対して分かる性格を持っていますので、もし豆乳買ってきてと上から目線で命令した場合に、この人は怒るだろうと思ったら絶対に言わないはずなんですね。もう初めからそんなことは口に出しませんし、相手にも頼まないでしょう。しかしクンにそういうことを言ってもクンは怒らないというのが分かっているから、あんな風にしつこく言っていたわけです。そのことからも分かるように、テンはクンに対して心を開いていますし、この人は面倒見がいいのでそういうことをお願いしても怒らないともう分かっていて言っているということになります。ですからテンとしてはクンに甘えているというふうに言えますね。そしてその言われた方のクンもまあいいかなと、そういうふうに言われても本気でもちろん怒りませんし、面倒見がいい性格ですので、上手に流すというか、じゃれ合うことができると、そういう2人だと思います。そしてテンもクンもですね、感情的にとても安定しています。いきなり怒り出したりですとか、いきなり落ち込んだりですとか、そういう感情の波が激しくありません。2人とも非常に感情が落ち着いている方々です。ですからやはりそういうふうにちょっと失礼なことを言われても急にカーッとなって怒り出したりはしませんね。そしてクンは頼まれると断れないような、そういう優しい性格ですので、テンも彼に言ってみたら、もしかしたら本当に豆乳買ってきてくれるかもしれないと分かっていて言っていると思いますね。本当に実際クンは優しいですのでね、そして頼りがいがあるところがありますので、頼み事をしやすいと、そういう言われるタイプだと思います。またテンはもともと人に甘えるのが上手です。本人も結構、リーダータイプとしてリーダーになったらリーダーにふさわしい行動ができる人でもあるんですけれども、そうでない時は結構人に甘えるのも上手ですし、人の懐に入って甘えるのがとても得意な性格ですね。ですからそんなじゃれ合いのような感じで人に甘えて頼み事をするのが得意と言えると思います。そして2人とも基本的にはタイプが全く違います。クンはしっかり者タイプですね。どちらかというとお堅い雰囲気が常に漂っているような、そういうタイプになります。しかしテンの方は不思議ちゃんタイプですね。もう皆さん見るからにお分かりのように不思議ちゃんですので、そして柔軟性もありますし、人に合わせることができるという、そういう全く異なったタイプですね。ですからそれがいいんだと思います。これで似たタイプですとライバル意識がお互い出てしまいますので、ちょっと競い合うところが出るかもしれませんけれども、もうタイプが全然違いますので、そういう点でもいいんだと思います。そしてテンは以前クンと初対面の時にクンの自己紹介のことをからかったりしていた動画を見たことがあるんですけれども、そういうことができるのもやはり相手が怒らない、クンが怒らないというのを分かっているから、それをいじってるわけですね。そしてクンもそのようにいじられるのがそんなに嫌でもないと、構われるのがそんなに嫌でもないからこそ、お互いにそういうことを言い合っているのだと思います。やはり他の人間関係でもそうなんですけれども、本当に仲が悪い人たちというのは話もしませんね。話というかじゃれ合いというのももちろんしませんし、お互い気が合わないというのが分かっていたら話す機会も持ちません。そしてたとえ話したとしても必要以上のことは言いませんね。ですからやはり
こう動画で口喧嘩しているところですとか、ちょっと小競り合いしているところを見せられるというのは、そこまで深刻に仲が悪くないという、仲が悪いわけではないという証拠でもあります。そしてこの2人のおしゃべりの傾向としましては、当然天の方がおしゃべりですね。天はウェイシェンブイの中では中国語は一番ネイティブではないということで、中国語がわからない、それでも十分上手でしょうけれども、他のメンバーよりはわからないという点があるにもかかわらず、一番饒舌ですからね、一番喋りますよね。しかし君は中国出身ということで中国語ネイティブですけれども、天に比べると無口ですよね。やはりそういう点でも2人は逆です。やはり基本的には君は頼りがいがある性格です。年上ですし、もともと頼りがいがあるしっかり者という感じですね。その点、天はしっかりもしている面もありますけれども、天然ちゃんですし、つかみどころのない、こうちょっと頼りないと言いますか、ぽやーんとぽーっとしているところがありますのでね、そこが全く違うと言えると思います。夢見るタイプの天としっかり者の君と言えると思います。それ以外に2人が気が合う点があるとしたら、ペースが似ているということが挙げられると思います。2人とも結構ゆっくりペースですね。2人で一緒に話をしていたり何か一緒に行動するとゆったりペースになると思います。2人ともせかされたり焦らされたりというのが苦手だと思いますので、その点2人とも似たようなペースで行動を共にすることが心地よいと思います。今後2人の友情をキープするにあたって注意するべきことがあるとするならば、結構自由人の天に対して君が急に現実的な指摘をすると、ちょっと友情にひびが入るかもしれません。例えばですけれども、天に対し君がもうちょっとこういうふうにしっかりした方がいいようですとか、もうちょっときちんと考えて発言した方がいいようですとか、そのような指摘をしてしまうと、天としてはムカつくと言いますか、受け入れられないとなり、友情にひびが入るかもしれません。もう天は自由人で普通のルールで生きていませんので、そういうことを言っても彼には届きませんね。響かないと思います。またそのようなルールですとか規則に厳しい君に対して天が息苦しいですとか堅苦しいですとか、なんでそんなに厳しいんだというふうに思ってしまうと、それが疎遠になる原因となると思います。しかし一時的にそういうことがあったとしても、1週間2週間などと時間が経てば自然とまた2人は仲直りしてしまう、そんなタイプですね。なぜかというと、天は寂しがり屋なところがありますので、君と仲良くして構ってほしいですし、君も結局のところ天のところ、そういう天の天然なところが可愛いと思いますので、天を構いたいと思うようになり、だんだんと結局自然と仲直りしてしまう、そんな感じだと思います。以上となります。ありがとうございました。